こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、沖縄なのになかなか誰も行っていない最高すぎる粟国島の旅をお届けいたします。急遽立ち寄ったこの島は泊まりたい宿が全て満室だったのですが、そのピンチが奇跡の人生最高な旅にしてくれました。ぜひ大画面で何度もゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄本島の西およそ60キロの東シナ海に浮かぶ粟国島は面積約8平方キロメートル、人口はおよそ650人ほどの小さな島です。島全体がのんびりとした空気に包まれており、都会の喧騒を離れて自然と向き合いたい人にぴったりな旅先。ダイビングや夕日スポットもあり、何もない贅沢を味わう離島旅がここにはあります。歴史的には琉球王国時代には海上交通の要として、また漁業の拠点として栄えていました。最近は移住者も積極的に募集しています。島内には伝統的な石垣の集落が残っており、ゆっくりと時間が流れるような風景が広がります。また粟国の塩は天然の海水塩として全国的にも人気で、料理やお土産としても高評価です。アクセスは沖縄の泊港からフェリーで約2時間10分、1日1便のみの運航で、海峡により欠航することもあるため注意が必要です。また那覇空港から琉球エアコミューターの小型機での空路もあり、天候に恵まれれば美しい海を空から望む絶景フライトが楽しめます。それでは何もないのに何でもある素敵な島旅を一緒に楽しみましょう。はい、おはようございます。今ですね、8時20分なんですけど、泊港というところに近くに来ました。与論島に行くのは那覇港で、慶良間諸島とか、今回行く粟国島に行くのは、この泊港から行くみたいで、今日、粟国島というところに行きたいと思います。かなりマニアックな島らしいんで、飛行機でもね、行けるんですけど、飛行機を取ろうとしたら、なんと2月3月と部品調達のため運休ということで、今3月12日なんで、3月いっぱい。いきなり定休日でした。飛行機がまさかの。そしてですね、もう一つ。昨日決めたんで行くのをね。なんとですね、なんとですよ。これはびっくり。レンタカーはあっさり取れたんですけど、宿泊場所、ホテル、宿、旅館、全部満室でした。それやのになんで行くんかっていうところなんですけど、なんとですね、キャンプをできるようになってるみたいで、最近ね。それだったらもうキャンプを体験しようかなと思って、もうキャンプ泊で粟国島まで行こうと思います。皆さんはちゃんと前もって予約して計画していってくださいね。というわけで、初めてのターミナルも楽しみたいと思います。人多いですね。さすが人気。久米島とか渡嘉敷島はめっちゃ行列が出たり人がいるんですけど、僕が行く粟国だけ全く並んでません。人気ねえやん、全然。まずこの紙に書くみたいですね。こんな感じで往復買いました。なんと現金払いしかできなかったんで、特にね、粟国島はほとんど現金払いっていうのが聞いてるんで、ね、ちゃんと現金を下ろしていきたいと思います。さあ、これどっから乗るんやろ。乗り方がわからん。なるほど、荷物を先にあっちで預けるみたいです。6番のコンテナ覚えてくれ。はい、6番。こんな感じでコンテナに入れるんや。じゃあこれで乗ります。あ、はい、6番です。ありました、ありました。これが僕の荷物。レンタカーを借りたんで、お願いします。なんか現場の人が多いんですか、今。業者さんがたくさん来てますね。なので宿が結構もう業者が埋まっちゃったりしてるんですよ。それなんか工事かなんかしてるんですか。何の業者なんですか。永住促進住宅。なんですか、永住促進住宅。そう人口を増やそうと願ってるんですよ。それで地域おこし協力隊の人と呼び込んで、その方たちを。別に誰でも受け入れてくれるんですか。僕とかでも受け入れてくれるんですか。会場も誰でもウェルカムだと思う。あ、本当ですか。どうですか皆さん。ビジターセンター。
佐々木さん出てもいいんですか、動画。あ、大丈夫です。はい今はアグニの観光協会の今事務局長。アグニって一般の観光協会の仕事、観光案内所とかだけじゃなくて、レンタカー、レンタサイクル、お土産物開発もしてて、より良くしていこうとしてるんですよね。今島はこんな感じになってるんですね。ここがキャンプ場ですね。で、今多分この辺じゃないですか。いや違うの、ここやった。ここですね。で、こっから来たんですね。で、この辺が集落になってて、この辺宿がいっぱいあるんですけど、全部ダメでした。で、ここで夕日みたいなと思ってますね。それでは行ってきます。ヤヒジャ海岸というところに来ました。まずここ見てランチ行きたいなと思います。もうすでにね、こっから見る景色が美しい。素晴らしいですね。これはいいわ。しかもこういうちゃんとね、看板とか綺麗に作られてるな。大和川からヤヒジャの海岸では約500万年前の火山活動によってできた地層や岩石が一望できますと。黒い岩石は溶岩で、緑灰色の岩石や火山灰が堆積してできた凝灰石。ここから東に進むと溶岩の熱によって赤く焼けた凝灰岩も見られます。ここでは3色に彩られた岩石が楽しめますと。おお、こんなちゃんと整備されてますね。ああ、見えてきた。ああ、いきなりいい感じやん。さあ来ました。ああ、いい感じやな。おお、すごい茶色い岩もあるし、何これ、テントみたいな。ここで生活してたのかな。なんか手作りの住処があるし。ああ、すごいなこれ。ああ、自然の、おお、確かに素晴らしい。これは見応えあるな。ちょっとスコールみたいなのが降りそうな雲もありますけど、こっち側は晴れてますね。この辺もビーチエントリーで泳ぐ人も多いみたいな話をしてましたけども、あ、一人人いますね。これは素晴らしいわ。いろんな地層が見えますね。この辺が結構赤い土になってて面白いですね。不思議。これも溶岩だったんですかね。この辺とかなんかめっちゃ赤いのが残ってるやん。すごいな。そこの岩は黒いし、こっちは赤いし、ね、こっちはどちらかというと黄色い感じもするし、であっちは緑になってますし、あれは違うか。であっちは白いしね。マジかよ。帰りまたあれ登るんかい。まだ旅のスタートやぞ。はい、それではやってまいりました丸三飯店。はい、メニューがこんな感じになってますね。きっと麺オールコールビールキンキンです。はい、それでは見てです。キンキンに冷えててうまい。まあオニオンじゃないですけど、でも最近のノンアルコールマジうまいですからね。さあ、風チャンプルー来たんですけど、完全に僕注文間違えました。豆腐がアグニの豆腐って聞いたのに、豆腐チャンプルーを頼まずに風チャンプルーを頼んでしまった。でもこれはこれで美味しそう。いただきます。汗かいたからしみるな。レビュー見たらね、どこもなんかボリュームがすごいって書いてるけど、確かにボリュームすげえわ。でも味がうまい。こんな島でこんな食事ができるのがありがてえ。ご飯めっちゃ多い。1合あるんじゃん。ライス右の右にしたらよかった。このアグニの塩があったんで、これ使います。ご飯を塩でいただきます。
うまい。原点やな、塩は。何倍も食べるわ、この塩で。あ、一時休業ですか。休業からまた復活はまだわかんない。そうですか。ありがとうございます。東大和川というところに来ました。ここも階段すげえな。おい、飯食べた後やからいいけどさ、なかなかやな。ちゃんと手すりはねつけられてますね。整備されてる。うおー、これすごい。ちゃんとトゥガー感出てるな。トゥガーが何の意味かわからへんけどトゥガー感出てますね。東大和川は伝統的な井戸ですと。昔から粟国島の人々の生活用水の源として使われてきたと。でも今はね、もう海水を普通の水にする技術があるんで、それは必要ないですね。どこが井戸や。行ってみるか。岩が硬いんですよね、これ。多分ここ人が渡ってたんかな、ここ。なんかそんな感じあるな。ここっすね。ちょっと覗くのは怖いわ。おお、こんな感じですね。何も見えん。なんか書いてる。1959年高等なんとか金により本工事施工着工。1953月1日。こんな手作りな感じの看板、これもすごいな。これちょっとわかんないですけど、ここは昔の人にとってめちゃめちゃ貴重な水場だったわけですよね。例えば戦時中とかってやっぱり僕もパラオのペリリュー島とかでもね勉強した時に水場を先に攻められるらしいんですよ。そこを相手に抑えられたらもうこっちとしてはやっぱ食べ物がないより水がないことが一番人間できついらしいんで、ここを守るためにいろいろこう隠れ家みたいなのを作ったんかな。後で誰かに聞こう。長老に聞こう。風強。あの辺とかやつですね。ありがとうございます。やっぱりこうね、自己責任で泳ぐのは危険も伴うので、ちゃんとお任せくださいということですね。本来なら。僕はもう前日にいきなり行ったからあれやけど。アンドシー粟国島でお願いします。今お願いしてもお休みしてたということですね。この時期はやってないそう。受け付けてない。5月から。
いやー、最高の海でしたね。でもね、4時からチェックインがあったらしくて、宿のもう今4時10分ぐらいなんですよ。急いで行きます。しまった。はい、こんな感じでオートサイトを借りました。好きなとこ選んでくれって言われたんで、一番映えそうなところを選べました。でね、旅館に泊まるより安く済むんかなって思ったら、結構テントとか入れてたら旅館より高いっすね。しかもご飯ついてないし。でもこの場所を独り占めできて、この海見れて、夜も星多分めっちゃ綺麗だと思うんで、それ含めたらちょっと僕も意見変わるかもしれないです。で、明日ここ泳いでみたいです。ウミガメ結構いるらしいんですよ、ここ。で、ちょっと前はクジラも来てたということで、いいっすね。充電ができる。ちなみにテントは組み立てたことあります？ありがとうございます。どっちがどっちかわからんぞ、これ。いやー、これは最高っすね。そう、浜へ行きます。手つかずな感じやな。またこれがいい。夜はここで海の波音聞きながら星空眺めようかな。一人でな。はい、それではね、今からシャワー浴びに行きたいと思います。で、本来ならね、飲みに行くんだったらもう歩いていくしかなかったんですよ。30分かけてね。でも今回、観光の佐々木さんが送って行ってあげるということで、めっちゃありがたい。いや、それよりも、ここの島の人はもう一人でとぼとぼ歩いてたりしたら、声かけてくれて送って行ってくれるそうですよ。で、そんなん東京であったらもう犯罪者かみたいな感じになるんですけど、この島では犯罪ではない。素晴らしい、ありがたい行為としてね、場所と視点が変われば、同じことやってても全然違うんですね。そんなことも教えてくれるんですね。本当ありがたい。ここにまたシャワー浴びに来ました。今日昼食べたね飲食店がもうなんか3月いっぱいで閉まるって言って、僕の動画出るのはそれ以降になると思うんで、飲食店で食べるとこないやんみたいな話なんですけど、このビジターセンターのところに4月から飲食店ができるような話で進んでるみたいです。やっぱり食べるとこがないと困るんで、なんとかしようということでこちらで食べれるようになるみたいです。東なんとかトゥガーってあるじゃないですか。あがり山と。あがり山トゥガー、あれってちょっと僕行って謎だらけだったんですけど、はい、そもそも裂け目みたいなところもどうやってできたのかわからへんし、はい、すごい基地じゃないけど穴みたいのもいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい、あれは何なんですか？そもそもこの島って3回の隆起でできていて、一番最初の隆起がマハナの展望台の方なんですけど、あれが火山活動の隆起で一番最初に上がったとこで、その真ん中あたりの隆起と一番最初の隆起の間ぐらいのとこが多分あがり山と。あれもだから自然にできた裂け目なんですか？そうです。あの穴もですか？そうです。あ、そうなんや。で、マハナの方は白い壁になってる。あれは白色凝灰岩で、あれは火山灰が長年堆積してできた層、それがゴンと上がってきて白い地層になってる。サンゴが隆起した島とかもあるじゃないですか。あれとはまた違う感じなんですか？アグニは沖縄の離島で唯一の火山活動で、そういうこと。なんや、あそこ全部自然にできたやつやったのよ。すげえな。これは素晴らしいな。マハナ展望台、これぞ夕日を見るにふさわしい素晴らしい展望台。はい、パーラー豊洲に送ってもらいました。来ましたね。どこに止めたらいいよ。
ちはどこに取りに行ったらいいんだよ。はい、やってまいりました新庄商店。ここでちょっと夜の買い出ししたいと思います。はい、やってまいりましたパーラー豊幸。やってまいりました。それでは今日佐々木さんといます。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。やっぱみんな知ってる人なんだ。はい、島らっきょうの天ぷら、これはアグニさんです。いただきます。アグニ島の島らっきょうの天ぷら、最高っすね。島らっきょうの漬けもうまい。マグロいただきますね。あ、若干中華風みたいな。今回粟国島に来て、すごい自分の中で印象的だったのが、移住をすごい促進されてるっていう話を聞いたのが、あんまり他のところでは聞いたことない。移住したいですって言っても、空き家はめっちゃあるけど、島の人と仲良くならないと家は手に入らないみたいな。個人と個人やったらなかなか貸さないけど、観光協会の信用で貸してもらって、お宿にしたりとかするのに、やっと一軒貸してもらえること。ああ、本当ですか。離島に住むって都会に住んでる人の逃げ場みたいに思わはるとまたちょっと間違ってしまうとこもある。現実こうやけど、マッチしますかみたいな、移住してきた人のうち5割から6割が帰らずにいてる。5割は帰るんですね。それぐらいの覚悟をやっぱしないといけないってことですね。島に住める人の一つの傾向としては諦められる。ないことを許容して欲しくなくなる。あるものにちゃんと感謝できて、あるものだけで満足できる。そうこれしかないみたいな感じになった時に、あ、これだけあるんだったらもうこれを元にこうしてみようとか、そういうことを考えられる、やっぱ人生を豊かにする一つの要素だと思うんで、そんなことを学べるんですね、この島ではね。まさにこれですね。久米線です。近い島のやつ選びました。焼きビーフン来ました。久米線いただきます。焼きビーフンいただこう。いただきます。焼きビーフン。ピリ辛でうまい。男の人が好きな味だな。ありがとうございます。佐々木さんって移住されて、なんでそんな熱量高くこの事業をやられてるんですか？地域の役に立ちたいみたいな思いがあって、36年間サラリーマンしてたんですけど、ほんまにやりたいことをやらないと人生もったいないって、もうその時にもう今やって思ってしまって。単身で来られた？単身で、妻と3人娘は京都に。孫にも会われへんけど僕は島に来たい。それぐらい島に来たかったので、島に来たら島に来てくれた人たち、来てくれただけでもありがとうなので、困ってはったりやりたいことがあったらできるだけやりたいと。だって会社辞めてきたわけですから、もう稼ぎもね全然それは違う。もう6分の1になる。6分の1でも充実感はもう半端じゃない。素晴らしいですね。何やこの話。いきなり20代でここのがきつかったかもしれないです。でもね、迷ってる人がいたら、もうすぐやった方がいい。もうすぐやった方がいい。動き始めるとね、いろんなことがつながってくるんですよ。だからなんやこの会社辞めて一歩踏み出す時の怖さみたいな、僕はやっぱ震えましたもん。そらそう。会社辞める時。でも一歩踏み出したらもうそんな世界があんやったらもうちょっと一歩踏み出してみたらよかったと思って。僕も本当に起業するまではめちゃめちゃ時間かかりましたけど、ずっと起業したいって20代の前半から思ってたのに、結局35の時ようやく起業したんですよ。起業してしまったら何でもっと早くしなかったよ。僕もオフ旅っていうのを昔やってたんですよ。くすぶってる人が来るんですよ。で実際その一緒に旅したら独立しました、転職しました、YouTube 始めました、だからそういうきっかけってやっぱ大事だから、実際にこうやって移住された方とか会社辞めて新しいことやってすごい良かったですみたいな人の話聞くっていうのはめっちゃ大事ですね。思いのほかまさかの粟国島でこんな素晴らしい話を神回ですね。
残白です。ちょっともう飲んじゃってますけどね。高菜の天ぷらです。役場からの依頼。これがアグニの透明その塩です。ポテトです。うん、うまっ。魚のフライうまいですね。さあ焚き火やるか。これ焼きます。オリオンゼロライフで今日のカロリーもゼロで、結構焼けてきてるんですよ。もうちょっと食べてみようかな。ちょっと口開いてる感じなんで良さそう。沖縄の豚肉いただきます。あらあ、うまっ、おいしい。叫んでも大丈夫です。誰もいません。最高ですね。東京でこんなんベランダでバーベキューできるねみたいな感じで言っても美味しいって叫べますか？叫べないっすよね、東京だと。東京悪いとか言ってるわけじゃないですよ。こっちではこれができるってことを言いたいだけです。コンビニはないけどこれができる。うまっ。そしてオリオンゼロライフ、うましやー。いやー、本当に今日ね、まさかこんなね粟国島に来てキャンプすることになるとはね、予想もしてなかったし、まさか焚き火を撮影するなんて予定もなかったですからね。でも最高っすね。やっぱどうなることかと思ったけど最高っすね。波の音を聞きながら焚き火する、なかなかできないですね。おはようございます。今6時36分です。意外と快適に寝れましたね。きたー。いやー、素晴らしい朝日を拝むことができました。あと30分後には雨が降るみたいなね予報も出てるんですけど、よかった。いや最高ですね。テント泊意外とねしっかり寝れたし、こんな朝日も見れて最高っす。おー、雨降ってきた。なんやねん、昨日あんな天気良かったのにテントに避難や。はい、今日はね朝にこのウーブの浜で泳ごうかなと思ってたんですけど、ちょっと天気がね微妙な感じなんで今日はねやめときたいと思います。いやー、本当にそう考えるとね、一瞬の天気のいい時にやっぱ泳いどかないとチャンスを失うみたいな、人生と一緒ですよね。仕事でもね何でもそうじゃないですか。明日にするかみたいな感じでこう先延ばしにしたりしがちですけど、先延ばしにするとこうやってチャンスを逃すことってありますよね。いやまさにね人生と一緒だなと。もう今できることは今する、明日は晴れるか明日するかみたいな感じだったらもうシュノーケリングすらできなかったということでね、本当に人生と一緒ですね。まさに旅打ちことをしてことでね、はい、皆さんも今できることは今する、今やりたいと思ったら今やる、今行きたいと思ったら今行く。ぜひお願いします。何をやる。じゃあちょっとビーチ見ていきましょう。カメとクジラがいるって言われてるけど最後見れるかな。子育て中のクジラがいるらしいけどいませんね。クジラもカメも見当たらんな。さあ喫茶マハナというところにやってまいりました。ここは朝9時からモーニング営業もしてるらしくて、今日ここで朝ごはん食べたいと思います。アグニ黒糖カレーうまそう。そして新メニュー宇治抹茶プリンとアイスのデザートいきたいな。ぜんざいも気になるけど追い黒糖するか。来ました。黒糖カレーいただきます。黒糖カレー、朝カレーまあまあ辛いんですけど、後味に黒糖風な甘さを感じます。追い黒糖してみよう。いきます。追い黒糖。あ、追い黒糖した方がうまい。宇治抹茶
それではいただきたいと思います。甘いけど宇治抹茶のちょっとした苦みもあってバランスよくてうまい。しかもアイスがもちもちしてる。すごいトルコアイスみたいな、なんかちょっと粘着力。さあこれが寺ですね。どこかしらやっぱ沖縄を感じさせるような作りですね。おおすごい、なんかめっちゃ洞窟みたいになってる。思ったよりすごいぞ。南大東島の星野洞とか思い出すな。おおライトアップされてるやん。おおすごい。これはなかなかっすね。星野洞ほどの規模感はないけど十分見応えあるな。ここで終わりですね。こじんまりとしてるけど結構見応えはありますね。来る価値はあるっすね。まだこっちもあるな。ここもなかなかの見応え。でもこういうところを発見してこうやって観光地みたいに仕立て上げるのもすごいっすね。ここもすごいな。パワーを感じる。光が差してきている。とはここで終わり。なんか溝があって水がある。ここもなんかパワー感じるな。上に上がってから寺の案内図に気づいた。皆さんはここで見てからお楽しみください。はい、この民宿寿さんで沖縄そば食べれるって聞いたんで食べようかなと思うんですけど、なんと売り切れですか。マジかよ。無限です。信じられん。さっきの寿さんのすぐ近くに特産品直売店飛び吉ってところがあって、ここでヤギの刺身とか食べれるっぽいんですよね。こんな感じでうな重とかもあるし、安い。刺身盛り食べたいな。握り寿司寿司食べたいな。うなぎ出来たて。いやー昼からこれ食べれるのめっちゃありがたいですね。レンタカーさっき返しとったらよかったな。そしたらビール飲めてたな。しまった。ビールがあるんかどうかも知らんけど。よし。まあシャリがちょっと普通の寿司に比べると小さいかもしれないけど十分ですね。天ぷらもいただきましょう。船欠航とかちゃうよな。こんにちは。こんにちは。こちらは看板に書いてたやつやな。ちゃんと窓を開けて聞いてる人もいた。じゃあもう中田でいただきます。うまいな。これ50円ですかね。80円やったら安い。あと20分しかない。あっという間に時間が過ぎるな。見どころいっぱいあるわ。いや本当にこういう飲食店一つ一つがね、都会とかだと儲かるかな儲からないかなの視点で飲食店やるかやらないかみたいなことをやる場合が多いと思うんですよ。でもこっちはそういう視点じゃないですね。やっぱりもう現場で働いてる方々が今多いので、その人たちにお腹いっぱいになってもらいたいとか、力のつくご飯食べていただきたいとか、そういう思いもあってやってるみたいな。昨日お昼ご飯食べたとか3月に終わるんで、4月からは観光局の方が食堂をやるみたいなね話もありましたけど、それもやっぱりご飯が食べれない人がいたら皆さん困るからやるんだと、儲かるからとかじゃないんですよ。それはねちょっといろいろ考えさせられますよね。本来そうあるべきですね。それで喜んでもらえて、その喜んでいただく対価にお金がこう発生するみたいな、それがビジネスの基本ですよ。どんどん利益だけを考えずに僕も動画撮って皆さんに喜んでいただきたいなとより深く思いました。素晴らしいですね。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー帰りは雨になりましたが最高の粟国島滞在でした。粟国島の旅終わりました。皆様の目にはねどのように映ったでしょうか。いろいろなものがね溢れてる、そんな島だったと思います。ただただねこう人口が減っていって
衰退していくしかない、そんな島も数々見てきましたけども、この粟国島はですね、今こうやって建築をしたりしてるように、そんなね苦境を乗り越えまたさらに発展しようと、いろんな方々、各移住者みんな諦めずに頑張って新しいことに取り組もうとしてます。そして移住も積極的に受け入れています。そんな思いに僕は心打たれたんで、また必ずここに来たいなと思いましたね。ぜひ皆さんも行ってみてください。ありがとうございました。はい、次にですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう一本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついております。除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるものをここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。